こんにちは。当チャンネルでは個人的に面白いと思った作品を紹介しています。今回ご紹介するのはアメリカ映画ワンバトルアフターアナザー。トマス・ピンチョンの小説バインランドに着想を得たアクション映画です。主人公のボブはかつては革命組織の一員として爆発物の設計などを担当していました。しかし現在はメキシコ国境近くの町で一人娘のウィラと暮らしています。そんなある日、ボブ親子を捜索していた軍人ロック・ジョーがついに彼らの居場所を特定し、部隊を率いて襲撃します。ダンスパーティーに参加していたウィラはボブのかつての革命家仲間であるデアンドラに保護され、修道院に身を隠します。ロック・ジョーの襲撃から逃げ延びたボブは空手道場を営む先生に助けられながらウィラが待つ修道院を目指します。しかし先に修道院にたどり着いたロック・ジョーによってウィラは連れ去られてしまいます。ボブはウィラを取り戻すためロック・ジョーを追跡します。監督はポール・トーマス・アンダーソン。1970年カリフォルニア州ロサンゼルス生まれ、1996年のハード8で長編映画デビュー、1999年のマグノリアでベルリン国際映画祭金熊賞、2002年のパンチドランクラブでカンヌ国際映画祭監督賞、2012年のザ・マスターでベネチア国際映画祭銀獅子賞と世界三大映画祭のすべてで受賞歴がある映画監督です。本作については作品の構想自体は20年前からあり、当初はカーアクション映画を目標としていたそうです。しかし同時にトマス・ピンチョンのバインランドを映画化したいという考えや女性の革命家のキャラクターといったアイデアもあり、トマス・ピンチョンの了承を得た上で少しずつアイデアを組み合わせていったとのことです。本作の内容は大きく分けて前半と後半に分かれます。前半は主人公ボブ、当時の名前はパットが革命組織フレンチ75で活動していた頃の話となります。移民収容センターを襲撃する作戦を通して革命家仲間であるペルフィディアと意気投合したパットはペルフィディアとの間に子供を設けるまでに至ります。しかし革命家として生きていきたいペルフィディアと子育てを優先したいパットとの間で意見が衝突します。そんな折、銀行を襲撃していたペルフィディアと仲間たちが警察に捕まってしまいます。他の仲間の居場所を証言することと引き換えに刑務所行きを免れたペルフィディアはメキシコに向かったまま消息を絶ちます。パットの方は警察の捜査から逃れるために身分を偽装し、新たにボブとして娘と共にメキシコ国境付近の町で暮らすことになります。映画後半はそれから16年後が舞台となります。ボブは酒とドラッグに溺れる生活をしていました。そこにかつての革命家仲間であるデアンドラから電話がかかってきます。ボブ親子を長年付け狙ってきた軍人ロック・ジョーがボブの家を特定し襲撃しようとしていること、ウィラがデアンドラに保護されていることを知ったボブはロック・ジョー部隊の襲撃から間一髪で逃げ延びます。ボブはウィラが通っていた空手道場の先生に助けを求めます。先生のサポートもあり、ウィラが保護されているのが修道院であることを突き止めたボブは急いでその修道院に向かいますが、一足先に修道院にたどり着いたロック・ジョーによりウィラがさらわれてしまいます。ボブ親子を執拗に狙うロック・ジョーの目的とは一体何なのか、ボブはウィラを取り戻すことができるのかというのが後半の主な内容になります。本作は娘を守ろうとする父親と親子を追いかける執念深い軍人という構図のエンタメ映画です。アクション、コメディ、サスペンスの要素が豊富で見ていて楽しい映画です。全編にわたって緊張感のある演出がされているので中だるみすることなく最後まで飽きずに鑑賞できます。そしてシリアスになりすぎることはなく適度な塩梅でコメディが挟み込まれるのでバランス感覚の良い映画になっています。このコメディシーンもわざとらしい感じではなく、劇中の登場人物の必死さから観客が思わず笑ってしまうようなシリアスギャグに近いものになっています。劇中では現代的なテーマとして移民問題や LGBT、人種差別といった要素もあります。
しかし説教臭い感じにはなっておらず、それらはあくまで舞台装置といった感じのため、政治的な背景を知らなくてもエンタメ作品として楽しめます。監督もインタビューで普遍的なテーマを物語の軸にしたかったと語っている通り、本作の核となるのは親子の絆、家族とは何かといった誰でも共感できるテーマとなっています。本作の見どころはまず豪華な俳優陣が挙げられます。主人公ボブを演じるレオナルド・ディカプリオ、主人公親子を狙う軍人ロック・ジョーを演じるショーン・ペン、空手道場の先生を演じるベニチオ・デルトロ。アカデミー賞受賞歴のある3大スターの共演は大きな見どころです。3人が演じるキャラクターもそれぞれ個性的な人物に仕上がっています。主人公ボブは元革命家で、現在は酒とドラッグに溺れる日々を送っています。頭が切れる感じではなく、平凡でどこか頼りない父親です。しかし娘のヴィラへの愛情は本物で、ロック城からの襲撃にパニックに陥りながらも娘のために必死で奔走する姿には心を打たれます。主人公親子を追い詰める軍人ロック城は白人至上主義者でありながら黒人女性が好きで、少しド M な気質もある盗作した性癖を持つ変態キャラとなっています。劇中に登場する白人至上主義団体クリスマスの冒険者に入会するため、革命組織を壊滅させるなど実績を重ねていきます。この変態軍人ロック・ジョーがボブ親子、特に娘のヴィラを狙う理由は物語でも重要な要素となります。変態キャラでありながら映画全体に緊張感を与える素晴らしい悪役となっています。そして主人公ボブの友人である先生は、出番自体は他の2人と比べて少ないですがユーモラスなキャラになっており、映画後半警察の目をかいくぐりながらウィラが保護されている修道院へボブが向かうのをサポートするという重要な役どころとなっています。本作のもう一つの見どころは映像面にあります。ビスタビジョンで撮影された本作は IMAX で鑑賞すると迫力満点の映像を楽しむことができます。特に映画終盤3台の車によるカーチェイスのシーンは必見です。砂漠地帯の一本道というシチュエーションですが、丘陵地帯のため坂道の影響で前を走っている車が一時的に見えなくなり、いつクラッシュしてもおかしくないという本作独特のスリリングなシーンとなっています。まとめになりますが、本作は親子の愛を物語の軸にしたエンタメ作品です。現代のアメリカ社会を風刺した要素もありますが、押し付けがましい雰囲気はありません。普遍的なテーマを物語の核としたおかげで、誰でも楽しめる優れた娯楽作品に仕上がっています。特にショーン・ペン演じる変態軍人ロック・ジョーはとても良いキャラクターになっています。悪役として映画に緊張感を与えるだけでなく、どこか哀れな側面もある立体的なキャラとして観客の心に残ります。今回の動画は以上となります。概要欄に予告編や参考文献のリンクを貼っておきますので、ぜひ予告編だけでもご覧ください。興味を持たれた方はぜひ劇場で本作をご鑑賞ください。それでは次の動画でお会いしましょう。